数字を使って作品を30年以上作っています。ご覧になって分かるように、数字はですね、いろんな数字がいろんな場所にあります。で、この真っ白に絵の具が塗られて数字のビーズが載っていないところ、これが0です。ですから、他の数字も次にカウンティングしていく可能性を決めながら、一瞬この状態で止まっている、切り取られた瞬間というようなイメージです。ビーズが下に起こっているのは、ここの画面だけではなくて、日常空間に浸透してくるようなイメージ。宇宙のその時間とか空間が、じわっと私たちの今の生活にも、影響を及ぼしているような、そういうイメージでイルカにも数字が広がっています。数字、スピードが違っているんですよね。それで9の後に0になると1回暗くなりますよね。で、暗くなってまた1からカウンティングをしていくという、その命のライフサイクルの永遠性みたいな、それがここではテーマになっていて、でいろんな数字の組み合わせでさまざまな集合、そして宇宙が出来上がっていくという、そういう、イメージの作品、これもやはり数字を使っていて、一瞬が切り取られた状態になっている。つまり8とか5とか4とかありますけども、次のカウンティングする可能性、次の数字に移行する可能性を秘めているものです。で、鏡に自分の姿も映りますから、外の姿、外の風景と内側の風景と、そして自分自身がその時間を通してリンクし合うんですね。そういう作品になっています。もう本当にその自分の中のイメージで、ビッグバン後のビッグバンってわかります？宇宙でバンと爆発して宇宙が膨張してしまった、そういうビッグバンですね。ビッグバン以後のその宇宙というのが、いろんな塵だとか物質が集まって星になったり、水ができたり、また私たちの今生命が生まれてきたりするんですよね。そういうビッグバン後のいろんな物質が散っているような世界をイメージしましたね。物質っていうのは、お互い全く違うものでなってますね。例えば石と鏡とかで全く会話ができないような全く違うものなんですけど、そこに時間を介入することによって、数字っていうのは時間なのでね、時間を介入することでその物質同士が対話ができるようになってくる、そういう世界を、作っていくんですよね。例えば外の世界と内の世界っていうのは実は全く違う空間なんですけど、それを時間を通して結び合うことで関係ができるわけですよね。その関係を結ぶっていうことがとても重要なテーマになってますね。それもとても重要な問題なんですけど、最初ペインティングを作っていて壁にかけて見てたんですけど、そうするとですね、このペインティングの世界だけで完結する、終わってしまう。それがとても何か違うと思ったんですね。それでビーズをその世界だけではなくって、実際の私たちの世界にもちょっと浸透巻いた、床に巻いたらすごくしっくりきたんですね。はい、全くその通りですね。実際に東京でやった時はほとんどの、大人の方が1つか2つポッケに入れて持ち帰りました。でそれがやっぱりとても成功したと思います。やっぱりその芸術は芸術のためだけにあるのではなくて、人々がいて初めて芸術が成り立つ
という考え方を持っています。つまり人々がいなかったら芸術は成立しないと思っていますので、なるべく人々とダイレクトにタッチ、関係を結び合うようにしたいと思っています。つまり一部の芸術家だけに分かるんではなくて、もっと一般の普通の人々と一緒に生きるようなアートが作りたいと思っています。